さて、それじゃあそろそろ始めようか。前回はこれからシュラウドの中で祭祀ってところだったね。ああ、そうだったね。それじゃ続きから読むよ。わーい。よし、祭祀だ。それじゃ始めるか。何を祭祀すればいいんだろうね。見当もつかないな。とりあえず取れそうなものは試していくとしようぜ。こんなのとか採取できるのか？どうだろう。一応切り倒せそうな感じはするけど。いけそうな気がする。しばらく切ってみよう。切り倒した。切ってる感じは木とは違った妙な感覚だったな。なんだこれは？シュラウド液？今の木から取れたんだ。そのようだ。木のように見えたものはどうやら巨大なキノコのようなものだったのかもしれないな。あれもキノコだったのか。でもこのシュラウド液もなんか色々使えそうな予感がする。いくつか集めておいた方が良さそうだ。しかし予想通り、霧の中でしか取れないものがあったな。これはシュラウド木材もありそうな気がするね。だな、木材って言うからには木だと思うんだが、時間に気をつけつつ採取してみようぜ。敵がうろついていて採取するには危険だな。不意打ちされないよう排除しておこう。あれ？この敵珍しく槍持ってるね。そう言われれば今までは錆びた剣を持ってたな。なんか指輪持ってるよ。どれどれ？エルダーガードの紋章指輪か。生前身につけてたものかな？なんか書いてあるぞ。キャプテン、アークライト？っていうことは今のがアークライトさん。と言った方がいいだろうな。やっぱり霧を越えようとしてダメだったんだね。装着することでスタミナと HP が上がるようだから、ヨウムが装着しておくといいと思うぜ。じゃあそうしておこうかな。しかしシュラウド木材がなかなか見つからないな。そうだね。それっぽいものを切っても実は巨大なキノコでシュラウド液しか取れなかったりだし。ダメ元でこの木を切ってみるか。どう見てもただの枯れ木だよ。普通の木材しか取れないんじゃない？それはそれで木材として使えるからいいだろ。あれ？なんだか変な木材だね。おい、これシュラウド木材だぜ。ただの枯れ木かと思ってたのに。見た目は枯れ木でもシュラウドで変質していたみたいだな。ということはこういうのからも取れるんじゃないか？なんかここに来てからキノコか木か、さっぱりわかんないんだよね。確かにな。だが今のはちゃんと樹木だったみたいだ。シュラウド液とシュラウド木材が取れたぜ。そうとわかったら枯れ木を伐採だ。できるだけ集めようぜ。なんだ今のは。これか。魔法のチェストだって。この魔法のチェストに入れたアイテムはどこからでもクラフトできるみたいだぜ。いちいち素材を取り出さなくてもいいからそれは便利だね。作るのにシュラウドの胞子とシュラウド液が必要だが、これは早速作って中に素材を入れたいところだな。シュラウド液は白いキノコから結構取れたから早速作ってみてよ。そうか。今使ってる小枝と紐で作ったチェストじゃなく、丸太と釘で作るチェストを元に作るのか。貴重な釘が必要なのか。しかも6本も使うようだな。鍛冶屋さんに頼んで作ってもらわないと、それは足りないね。そうだな。スクラップを1個使えば2本の釘が作れたはずだ。スクラップもまだ貴重だけど、それに見合う価値はあると思うよ。それじゃあ早速釘の作成から取り掛かるか。よし、作ったぜ。やった。これでクラフトがしやすくなるね。そうだな。それはそうとこの魔法のチェスト、どこに置く？やっぱりクラフト素材を入れるのが主だろうし、作業台の隣に置いておけばわかりやすいんじゃない？そうするか。魔法のチェストは便利そうだから、素材があれば何個か作るだろうし、最終的には素材ごとに分けて入れるだろうから、とりあえず一番多い作業台関連のものを入れておくか。スクラップや釘とか入れておけば、離れた鍛冶屋さんで作るときも、わざわざ取りに来なくてよくなりそうだし。鍛冶屋で使う素材も、だいたい作業台で使うからちょうどいいな。そういえば小枝と紐で作ったストレージよりいっぱい物が入るんだね。ベースのチェストが丸太と釘を使ったものだからな。小枝と紐で作ったものより頑丈だから、たくさんのものが入るんだろう。まだ釘を使うのは少し躊躇するけど、余裕があればこっちのストレージに置き換えていってもいいかもね。そりゃたくさん入る方がいいからな。スクラップを安定して入手できる手段が確立したら作っていこうぜ。それじゃグライダーが作れるようになったから、早速作ってみようか。シュラウド木材が手に入ったからね。これで滑空できるようになったな。それでそのグライダーどうするんだろう？装備しておけば空中で展開できそうだぜ。結構いい感じ。これで高いところから落ちる前に展開すれば、大ダメージは回避できるかもな。それに高いところから飛ぶと、遠くまで滑空していけそうだね。今まで行けなかった場所も、うまく活用すればいけるかもな。ねえねえマリサ、加熱炉って作った方がいいのかな？それ作ろうと思ってたんだよな。
素材が足りてるみたいだよ。よし、それじゃ加熱炉を作ってみようか。加熱炉って剣や防具を作るときにインゴットなんかを加熱するやつだよね。ああ、鍛冶屋の必須アイテムだな。でも鉄鉱石もないし、インゴットもないけど作って意味あるのかな？そうなんだよな。ところでマリサ、炭焼き窯の副産物で変なのが作れるみたい。ああ、それはおそらく木作だろう。木材を無酸素で加熱処理した際に生じる、タールの上積み分のことだな。防腐剤なんかによく使われてる気がするぜ。錬金術とかよくこんな素材使ってるイメージあるよね。ああ、確かにこういう変わった素材から薬を作ったりするな。防腐剤も錬金術で生まれた産物だぜ。そうなんだ。あ、それで話が途中だったけど、加熱炉で使う素材って何だったの？ああ、それなんだがまだどこに設置するか迷っててな。設置するからちょっと待ってくれよ。加熱炉なんだが、どうやらスクラップを炭で溶かすようだぜ。スクラップを溶かすんだ。まあスクラップも確かに加工されてるが、金属といえば金属か。確かに一から精錬するより、再加工する方が手間もかからないか。鉱石を掘らなくてもいいのは助かるが、素材の再利用で作った装備がどうなるのか心配ではあるな。今どんなのが作れるのか見てるんだけど、いびつだけどそこそこいい感じだよ。スクラップを集めて作った感がすごいが、確かに思ってたよりはしっかりしてるようだ。金属板以外も色々使うけど、これは作っておきたいところだね。ああ、これからの戦いに必要になりそうだし、作れるなら作りたいところだぜ。ところで武器が見当たらないんだけどあった？作れるようになったものは一通り見たが、スクラップで錆びた剣が作れるがそれぐらいだな。盾は作れるようになったみたいだが、金属板で作る武器はないらしい。やっぱり板だから防具しか作れないのかな？ああ、加熱して加工しやすくしてる程度だからその可能性は高いな。武器は今後違う素材を見つけた時に作れるようになるのかもしれない。もしくはスクラップを完全に溶かす設備とかね。確かに溶鉱炉が今後作れれば、インゴットを作れるかもな。ただやはりスクラップだと不純物が多そうだし、高品質な装備は作れないだろうから、どこかで鉱石を掘る日が来るかもしれないぜ。そういえばスクラップを使って錆びたツルハシや斧が作れるんだよな。そうそう、スクラップも使うし、どうしても優先度が低くなっちゃうのよね。まあどうしても戦うための装備品を優先しちゃうよな。まあ今の道具も石とはいえ問題なく使えてるからね。だがもしかしたらこの錆びたツルハシなら、古の地下室の放棄されたポットなんかを解体できるんじゃないか？可能性はあるかも。もし解体できればスクラップがいっぱい取れそう。だな。まあ今は金属板を作るためスクラップを使ってしまったから、作るとしても次回だな。あ、そういえば鍛冶屋さんがエリクサー高専に行けって言ってたね。そういえばそうだった。そろそろ行かないと怒られそうだ。グライダーも作成したことだし行ってみようよ。ああ、グライダーで飛べば素早く目的地に行けそうだよな。準備したら行ってみようぜ。方角的にはここを直線だな。よし、行くぜ。躊躇なく飛んだ。しかしこれ霧で視界が悪すぎて下手したら追突とかするんじゃ。飛んでからそんなこと言わないでよー。障害物が見えたら反射で避けるしかないな。うお危ねえ。なんとか無事に着地できたぜ。予定と違うところに降りちゃった。待ってるか？意外と近かったから大丈夫。そうか、じゃあこの辺りにいる敵を排除しておこう。ただ飛んでるだけだから余裕でしょ。なんて思ってたら意外に負担がすごいのね。確かにグライダーを使ってる間はスタミナを消費するとは書いてあったな。っていうかこの敵なんだか強くない？ああ、どうやらこの辺りにいる奴らは私たちより格上のようだぜ。やっぱり先に素材を集めて、スクラップ装備作った方が良かったかな？ちょっと舐めてたかもしれないな。あと心配なのは霧に滞在できる制限時間内に、光線に入った上で脱出できるかどうかか。飛んできてすぐにたどり着いたからそんな感じはしないけど、だいぶ霧の奥深くに来てるみたいだもんね。正直不安で仕方がないが、進むしかないよな。そうだね、目的地はこの階段の上みたいだし行ってみようよ。高度が高い方が霧が薄くなりそうだし、もしかしたら休憩ポイントがあるかもしれないぜ。ビーコンじゃん。どうやらビーコンの近くにいると、体内に蓄積されたシュラウドが浄化されて、霧の中に滞在できる時間が回復するようだ。この辺りはビーコンの影響か敵もいないし、休憩ポイントになりそうだね。だな、エリクサー光線に入るにしても、このビーコンを起点に探索するのが良さそうだぜ。じゃあまずは何かあるかもしれないし、周りを調べてみようかな。言うてめちゃくちゃ敵がいただけで、特に何もなかったな。やっぱりこの辺りはシュラウドの影響が色濃いせいか、強めの奴らばっかりだったね。そうだな、準備不足感は正直あるかもしれないが、せっかくここまで来たんだし、エリクサーの光線に入ってみるか。確か鍛冶屋さんは忌々しい根っことかなんとかって言ってたっけ？私たちがまだ見たことのない何かがあるのかもしれない。油断せずに進もうぜ。
この辺りでちょっと休憩しようか。エリクサー光線の中が気になるのに。まあまあ、またすぐに続きを読むからさ。光線の奥にはシュラウドの元凶があるのかな？そんな簡単にわかるかな？ネタバレ？